はい、今回は XGMI の薄型プロジェクター、エルフィンフィリップシリーズについて話をしたいと思います。エルフィンフィリップといえば薄くて軽いのにスタンドまで搭載しているという XGMI を代表するポータブルプロジェクター。実際、世界中で売れまくっているロングセラーシリーズであり、300万世帯が愛用中というこの XGMI の人気モデルがまた大きく進化したわけです。日本でも2024年にエルフィンフィリッププロが発売され大ヒットしており、2026年にはエルフィンフィリッププラスが登場。そして今回新たに追加されるのが、レーザー光源のエルフィンフィリップレーザーとエルフィンフィリップ 4K。薄型のデザインそのままにまた劇的に進化してるんですよね。しかも今回は2つのモデルが同時に登場。今までのプロとプラスとも併売される形になっている。となると、どれを買うべきか、何が違うのか、最新モデルはどれぐらい進化してるのかってのも気になると思うんですよね。実は私、発売前にこの最新モデルを提供していただいておりまして、ここ1ヶ月ほど色々と使い比べてきたんですけれども、さすがの XGMI。今回のモデルも別物レベルで進化してて、色々とびっくりしてるってのも正直なところ。まあ結論を先に言ってしまえば、最新のエルフィンフィリップ 4K は従来のポータブルプロジェクターとは別次元に進化しており、本格的なホームプロジェクターと比べても遜色ないレベルになっていると感じたので、多少の価格差で悩むんだったら新しいエルフィンフィリップ 4K を選んだ方が良いかなと。その理由について今回は深掘っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまず、エルフィンシリーズについて理解を深めるために、その進化と歴史を振り返りたいと思います。すでにご存知の方も多いかと思いますが、XGMI はホームプロジェクター市場で出荷量世界第1位を誇るメーカー。累計700万台以上を販売している、名実ともにトップブランドであり、XGMI がこれほどまでシェアを占めるようになったのは、家庭用プロジェクターそのものの概念を変えてきたから、というのは以前のホライズンシリーズの動画でもお伝えした通り、このホライズンシリーズとともに登場し、一世を風靡してきたのが今回紹介するエルフィンシリーズなのです。で、この初代エルフィンが初めて登場したのが2021年。XGMI が2014年から温めてきた本のようにスリムなプロジェクターというコンセプトがようやく完成形として世に出たモデル。その重さはわずか 0.9kg。厚さ約 5cm という超コンパクトながらフル HD 解像度で 600ISO ルーメンという明るさも実現。この薄さに Android TV とハーマンカードン製の 3W デュアルスピーカーを詰め込み、電源を入れた瞬間に自動でピントを合わせ、台形補正までも完了し、そこそこ良い音も出してしまうというオールインワンのポータブルプロジェクターで発売価格は 78,900 円。プロジェクター設置のハードルを一気に下げた革命的なモデルで、それでいてリビングにも置きやすいデザイン。レッドドットデザイン賞や VGP も受賞し、100万台以上を売り上げるという大ヒットを記録しました。ただ、この初代エルフィンには弱点があって、平置き型だったんですよね。天井に投影をしたい場合は別でスタンドを用意する必要がありました。そこで2024年に新たに登場したのがエルフィンフィリップシリーズです。カバーがそのままジンバルスタンドとして機能するスタンド一体型構造を採用し、最大150度まで無段階に角度調節が可能へ。これによりプロジェクター単体で壁にも天井にもシームレスに投影ができるようになったのです。このデザインは非常によく考えられており、折りたたんだ状態ではレンズを保護するカバーとして機能し、展開すればプロジェクターの角度調節ができるスタンドになり、さらには持ち運びするときには取っ手にもなる。それでいて、この何とも言えない近未来的なデザインですからね。本体が軽いのにちゃんとバランスが取れるってのもすごいし、これらの機能と見た目を両立してるのがやはり素晴らしいんですよね。このエルフィンフィリップは日本では2024年9月にバッテリー内蔵のエルフィンフィリッププロとして発売され、価格は 69,800 円と初代エルフィンよりも格安になりました。そして今年2026年3月に登場したのがエルフィンフィリッププラス。400ISO ルーメンから 500ISO ルーメンへと明るくなり、40インチから最大200インチへと、投影サイズも大幅に拡張。OS も Google TV 搭載となり、使えるアプリも大幅に増えています。バッテリーこそなくなりましたが、その代わり 1.1kg と大幅に軽量化もされ、価格は据え置きの 69,800 円と、よりコストパフォーマンスが高くなったわけですね。そして2026年4月、最新のエルフィンフィリップレーザーとシリーズ初の 4K モデル、エルフィンフィリップ 4K の発売が決定となりました。
これはもう据え置き型のプロジェクター並みの性能まで進化しちゃっています。従来の LED 光源からレーザー光源へと進化しており、いずれも輝度は 1600ISO ルーメンと大幅に向上。コントラスト比もエルフィンフリップレーザーが1万対1、エルフィンフリップ 4K が2万対1と、本格的なホームプロジェクターにも劣らないスペックになっており、それでいてこのコンパクトさが変わらないのにはびっくり。しかもエルフィンフリップ 4K に至っては、この薄型ボディに 4K 解像度の DMD チップを詰め込みながら、ゲーミング性能も高く 1080p の 120Hz で 1ms、Wi-Fi 6にも対応し、HDMI 端子も2つに増えている。さらには小型プロジェクターでは極めて珍しい光学ズームレンズまでも搭載しちゃってるんですよね。本体を動かして投影サイズを調整するものが多い中、レンズを物理的に動かして画質を一切落とさず画面サイズを調整できる。これによりほんと手軽に、しかもどこにでも投影できるようになってしまったのです。価格こそ20万6800円と大幅にアップしていますが、据え置き型のホームプロジェクター並みのスペックを誇り、これほどコンパクトで柔軟に使えることを考えれば、コストパフォーマンスはむしろ高いのではないか。しかも幕開けでの先行販売価格は最大 47% オフを予定しており、10万円ちょっとでこれが買えてしまうわけですからね。この手軽さと高性能を両立させたプロジェクターは私の知る限り他になく、日本の狭い賃貸住宅においてこれは結構革命的なデバイスだと感じております。まあこれはいつも言ってることなんですけど、最近のガジェットってスペックが高止まりする中、無理して毎年販売しがちで、ただ単に値上げして新モデルとして販売しているものも多いですからね。そんな中、エルフィンフリップシリーズはわずか5年で光源技術は LED から純レーザーへ。明るさは 600ISO ルーメンから 1600ISO ルーメンへ。そして光学ズームにゲーミング性能と、もはやポータブルプロジェクターとは思えないレベルへと進化を遂げているわけで、インフレや円安が進む昨今、この価格でこの高性能を実現できるのがすごいんですよね。まあただスペックはあくまでスペックですからね。実際の使用感の違いはスペックだけ見てもよくわからないと思いますので、具体的に何が違うのかっていうところをこれから見ていきたいと思います。はい、それではここからが今回の本題。現在販売されているエルフィンフリップシリーズの比較です。過去のモデルから新モデルへと順番に比較していきたいと思います。まずはエルフィンフリッププロとエルフィンフリッププラスの比較から、左側がフリッププロ、右側がフリッププラスとなります。プロは2024年9月に発売されたモデルで、プラスが2026年3月に発売されたモデル。どちらも発売価格は 69,800 円と同じなのですけど、中身は結構違うんですよね。まず明るさの違い。プロが 400ISO ルーメンに対してプラスは 500ISO ルーメン。コントラスト比はプロは非公表なのに対し、プラスは EBL 機能搭載で4000対1へ。続いて OS の違い。プロは XGMI OS という独自 OS を搭載していたのに対し、プラスは Google TV に変わっています。ストレージ容量もプロが 16GB に対して、プラスは 32GB へと倍増。ゲームの入力遅延もプロが 26.3ms 以下に対して、プラスは 20ms 以下へと改善。細かいところでは、プロは Eye Protection は非搭載で、プラスは Eye Protection にも対応へ。そして最大の違いがバッテリーのありなし。プロには 15,000mAh の大容量バッテリーが内蔵となっていて、電源なしでも最大約2時間の利用が可能だったんですけれども、プラスではバッテリー機能がなくなり、その代わり大幅に軽量化されています。プロが 1.42kg に対して、プラスは 1.1kg とだいぶ軽くなっています。はい、続いて外観の違い。左側がエルフィンフリッププロ、右側がエルフィンフリッププラスとなります。一見するとサイズは同じで、パッと見も非常に似てるんですけれども、並べてみるとプラスの方がちょっとだけ分厚くなっています。プロが 64mm に対してプラスが 71mm と約 7mm ほど厚くなっている。ただ、プラスの方が 300g 以上軽く、実際に手に持ってみると、プロの方がだいぶ軽く感じるし、体感的にもプラスの方がコンパクトな印象を受けました。スタンドの構造は同じ150度回転のジンバル一体型。リモコンの形状も一緒なのですが、ボタン配置が微妙に変わっていて、プラスの方はバックライト付きのリモコンとなっていて、ボタンが光るようになっています。端子周りはどちらも HDMI が1つ、USB が1つ、電源端子という構成で同じ。三脚穴の位置もどちらも同じで、ジンバルの下側にあります。
付属品は本体、リモコン、電源ケーブル、電源アダプターと同じですが、電源アダプターの形状がプラスの方が小スペースになっており、電源を挿す位置も中央から背面に変わって配線もしやすくなっています。本体だけでなくアダプターも軽いので、点釣りとかもプラスの方がやりやすいですね。電源ごと持ち運びがしやすい。中央にアダプターがあるケーブルは何にせよ苦手です。はい、続いて実際の投影映像の違いです。公平を期すため同じマットスクリーンに同時に投影して同じコンテンツで比較してみました。左側がエルフィンフリッププロ、右側がエルフィンフリッププラスとなります。まず明るさとコントラスト性能が異なるのですが、プラスの方が明るくなったというよりもコントラストが高く、色が濃くなっているような気がしました。プラスの方が全体的により鮮やかに見える。ただどちらも明るさは 400ISO ルーメンと 500ISO ルーメンと低いので、投影してる感は否めず、ポータブルプロジェクターらしい映像って感じですね。照明をつけた状態で投影すると、どちらも非常に薄くなっちゃって、これで映像を楽しむってのも厳しいでしょう。使ってみて感じた一番の違いは、やはり OS の使い勝手。エルフィンフリッププラスの Google TV は UI が洗練されており分かりやすい。Google Play Store からアプリをダウンロードできるようになったので、Netflix、YouTube、プライムビデオ、Unext、Hulu、ABEMA と主要な動画配信サービスは一通り網羅されており、その他ゲームアプリや DTCP/IP アプリにも対応しているし、Chromecast 機能も内蔵されているので、スマホからのキャストもできる。全体的に使い勝手が良くなり、できることも大幅に増えていると感じました。スピーカーの音はどちらも 3W が2個なので、良くも悪くも 3W のステレオスピーカーらしい音で、このサイズにしては頑張っているけど、正直どちらも物足りないのは否めないかなと。設置の手軽さに関してはどちらも同じジンバルスタンドなので差はないのですが、エルフィンフィリッププロが80インチから150インチに対し、プラスの方は40インチから200インチと、投影サイズの幅がだいぶ広くなっているので、設置の柔軟性、使い勝手が断然良くなっているとも感じました。ポータブルプロジェクターって画質そこそこでむしろどこでも使えるってのが便利でもあるので、200インチの大画面で使えるってことよりも小さいサイズで投影できるってことの方が活用の幅が広がったりもするのですよね。はい。というわけで、エルフィンフィリッププロとエルフィンフィリッププラスの違いをまとめると、400ISO ルーメンから 500ISO ルーメンへと微妙に明るさが向上していますが、LED 光源のプロジェクターというのは変わらず、映像の綺麗さという点においてはそこまで大差なく、Google TV 投影サイズ軽量化という、どちらかといえば使い勝手の部分で大きく進化しているモデルだと感じました。エルフィンフィリッププロはバッテリーを搭載していましたが、バッテリー駆動にすると省エネモードで映像も暗くなっちゃうし、実際のところ2時間も持たないし、無理してバッテリー駆動するよりもちゃんと電源を挿して少しでも綺麗に投影したいとも思っちゃってましたからね。バッテリーをなくして軽量化するって方向で正解だとも思いました。はい、続いてエルフィンフィリッププラスとエルフィンフィリップレーザーの違いについて。プラスが 69,800 円に対し、レーザーは 139,800 円。約2倍の価格差があるのですが、幕開けでの先行価格は最大 43% オフで 79,900 円。約1万円ぐらいの差額になっちゃってる。この2つのモデルをスペック比較してみると、まず圧倒的に違うのが明るさ。プラスの 500ISO ルーメンに対して、レーザーは 1600ISO ルーメン。3倍以上の明るさとなっています。で、この明るさの差を生み出しているのが光源技術の違い。プラスが LED 光源なのに対し、レーザーはその名の通り3色レーザー光源を採用しています。しかもこのレーザーが普通のレーザーではなく、日夜化学工業が作る最新世代の3色レーザー、クオラス RGB シリーズが搭載されてるんですよね。この日夜化学工業って2024年にアカデミー科学技術賞を受賞した日本の徳島県にあるメーカー、シネマ用のレーザーダイオードを開発している会社であり、その技術基盤を受け継いだレーザー光源がこのポータブルプロジェクターにも投入されているってわけです。コントラスト比もプラスが4000対1に対してレーザーは1万対1。スピーカーもプラスが 3W のデュアル構成に対してレーザーはハーマンカード製の 7W のシングル構成。ストレージ容量が 32GB から 64GB に倍増し、より多くのアプリも入れられるようになっています。はい、続いて外観と付属品の違い。左側がエルフィンフィリッププラス、右側がエルフィンフィリップレーザーとなります。カラーリングはレーザーが濃い紫っぽい色味となっており、従来のプラスチックっぽいホワイトカラーより高級感があり、汚れも目立ちづらくなっています。
そしてサイズ感がちょっと違うんですよね。プラスが 235mm×226mm×71mm に対して、レーザーは 254mm×245mm×75mm と一回り大きくなっている。重量もプラスの 1.1kg に対して、レーザーは 1.38kg と約 280g ほど重くなっている。レーザー光源と高輝度化に伴い冷却機構が増えた分、筐体も大きくなったのかなと。レンズも大きくなり、左寄りになってますね。スタンドの構造は150度回転のジンバル一体型で変わらず、使い勝手も大きな差はありません。端子周りはどちらも HDMI が1個、USB 端子が1個、電源端子で同じ構成。付属品も本体、リモコン、電源ケーブルと基本的には同じなんですが、電源アダプターが若干大きくなってケーブルの出る向きが変わってました。はい、それでは続いて実際の映像の違いについて。こちらも同じマットスクリーンに投影して同じコンテンツで比較しています。左側がエルフィンフリッププラス、右側がエルフィンフリップレーザーとなります。まず電源を入れた瞬間から明らかに違いが分かりました。起動して映像が出てきた時点で明るさが全然違う。500ISO ルーメンと 1600ISO ルーメンの3倍の差、ビシビシと感じましたし、明るさだけでなく色の濃さも全然違うんですよね。従来のモデル、プロやプラスではいかにもポータブルプロジェクターという映像だったんですが、レーザーでは映像に立体感があり、色の鮮やかさ、映像全体の出てくる感じみたいなものが、レーザーの方が圧倒的に優れていると感じました。部屋を明るくしてみても、プラスだとかなり映像が薄くなってしまうのですよね。一方、レーザーは 1600ISO ルーメンもあるので、明るい部屋でもまだ十分見えるし、夕方くらいの薄暗い環境であれば結構綺麗に見える。この 1600ISO ルーメンっていうのがどれくらいの数値なのかっていうと、2021年に登場した XGB のフラッグシップモデル Horizon Pro が 1500ISO ルーメンで、2024年に登場した Horizon S Pro が 1800ISO ルーメンでしたからね。これくらいの明るさがあれば、ある程度遮光された日中のリビングや間接照明のある寝室とかでも十分に鮮明な映像が楽しめる実用的な明るさかなと。やはりこの違いは大きいし、従来のフラッグシップモデルと同等レベルの明るさがこのポータブルモデルから出てるってのがすごい。しかもレーザー光源でコントラスト性能も大幅に向上してますからね。コントラスト比はプラスが4000対1でレーザーが1万対1で比べてしまうとやはり全然違います。色の再現性も結構違って、エルフィンフィリッププラスは REC709-121% で、レーザー光源のレーザーは BT2020-110% と圧倒的に広い色域となっている。同じコンテンツを投影しても、レーザーの方が黒がより暗く、色が鮮やかで、特に赤と緑の発色が違う。自然の風景映像とか野生動物のドキュメンタリー映像とかも流すと色の違いもはっきりとわかるかなと。スピーカー性能も異なっており、プラスが 3W のスピーカーが2つに対し、レーザーはハーマンカード製のスピーカー 7W が1つ。デュアルスピーカーからシングルスピーカーになりましたが、レーザーの方が音の迫力は増しており、特に中低音域の量感が違う気がしました。YouTube やバラエティ番組を見るなら十分な音質ですけど、まあやっぱりこの薄さですからね。重低音が弱いってのは否めず、期待しない分には良い音かと思います。動作音に関してはどちらも 28dB 以下で、静音性は変わらず静かです。1600ISO ルーメンのレーザー光源を搭載したのに静かなままってのもすごいですね。はい。というわけで、エルフィンフィリッププラスとエルフィンフィリップレーザーの違いは、一言で言うと光源の違いです。LED からレーザーに変わったことで、明るさ、コントラスト、色再現性と映像に関わる部分がほぼ全面的にアップグレードされていました。価格は 69,800 円から 139,800 円と約2倍になりますが、映像体験の差は価格差に見合うぐらいに違うと感じましたし、同じシリーズとは思えないくらい別物の映像になっていましたからね。ただ、ここまで映像が綺麗になると、フル HD 解像度ってのがちょっと物足りない。4K 解像度が欲しくなるってことで、続いて 4K モデルとの比較へと続きます。はい、続いて最新モデルのエルフィンフィリップレーザーとエルフィンフィリップ 4K の比較です。この2つはいずれもレーザー光源を搭載しており、明るさも同じ 1600ISO ルーメン。では何が違うのかって話ですね。まず価格。レーザーが 139,800 円に対し 4K は 206,800 円。約67,000円ほどの差があるんですけれども、幕開けでの先行価格は 79,900 円に対し 109,600 円と約3万円ほどの価格差になっちゃってます。
スペック比較してみると分かりやすく違うのが解像度。レーザーはフル HD の 1920×1080 に対して、4K は 3840×2160 の 4K ウルトラ HD。画素数で言うと約4倍の差。続いてコントラスト性能。レーザーは最大1万対1に対して、4K は最大2万対1とこちらは2倍になっている。そして 4K は映像の違いだけでなく、その他スペックも大幅に進化しています。特筆すべきなのが光学ズーム。エルフィンフィリップ 4K にはこの価格帯では非常に珍しい 0.98 から 1.3 倍の光学ズームまでも搭載されています。ゲーミング性能も向上しており、4K モデルの入力遅延は 1080p120Hz で 1ms 以下となっており、VRR や ALLM にも対応。ゲーム機を指せば自動でゲームモードに切り替えてくれるし、滑らかでティアリングもない映像を投影してくれる。気軽に高品質ゲームプレイまでもできてしまうようになったわけです。さらには Wi-Fi 6に対応しており、HDMI ポートも2ポートに増えている。片方の HDMI は EARC に対応しているので、ゲーム機とブルーレイプレイヤーを同時につなげたり、それら外部デバイスの音声をプロジェクター経由でスピーカーへ出力したりもできる。つまり 4K 解像度にしたってだけでなく、設置の自由度、ゲーミング性能、接続性、これら全部を載せたのがエルフィンフィリップ 4K であり、映像の美しさだけでなく、本格的なホームプロジェクターとしても使えるレベルの拡張性までも備えているのです。本当、その辺のホームプロジェクターよりも高性能になっちゃっていて、それでいてこのサイズなのがすごいわけですね。はい、続いて外観と付属品の違い。左側がエルフィンフィリップレーザー、右側がエルフィンフィリップ 4K となります。この2つ、サイズがほぼ同じなんですよね。幅と奥行きは全く一緒で、厚みが 3mm だけ違う。並べてみても正直ほとんどサイズの違いはわからないですね。本体の色味が違い、4K の方が重厚感のあるグレーカラー。ホライズン20と似た色味で、どちらも高級感がある落ち着いた色味。重量はレーザーの 1.38kg に対して 4K は 1.55kg。若干重くはなっていますが、体感的に違いはないかなと。背面を見ると 4K の方がポートが倍増しており、レーザーが HDMI と USB が1つずつに対し、4K は HDMI も USB ポートも2つずつあり、3.5mm のオーディオ出力端子までもついています。付属品は本体、リモコン、電源ケーブルと基本構成は同じ。電源の形状も一緒ですね。はい、それでは実際に使ってみた時の違い、投影映像の違いについて。こちらも同じマットスクリーンに投影して同じコンテンツで比較しています。左側がエルフィンフィリップレーザー、右側がエルフィンフィリップ 4K となります。まずパッと見の明るさ。同じ 1600ISO ルーメンなのでほとんど同じ。暗い部屋でも明るい部屋でも明るさに関してはほとんど差を感じません。ただ解像度の違いは比べてみれば明らかで、50インチくらいの投影でも映像の綺麗さが結構違います。DMD チップのサイズも違い、レーザーは 0.23 インチ、4K は 0.39 インチ。チップサイズが大きいほど光の利用効率が高く、映像品質も変わってくるってわけです。100インチまで拡大すると結構違いもわかるかなと。こちらはエルフィンフィリップレーザーを100インチで投影した映像となります。こちらはエルフィンフィリップ 4K を100インチに投影した映像となります。二つの映像を見比べてみると、文字の鮮明さとか、木々の細かさ、泡の細かさとか、映像全体のきめ細かさが段違い。フル HD のレーザーは画素の粗さが見え、ちょっとボケているようにも感じてしまいました。コントラスト性能も違うので、やはり映像の鮮やかさも違いますね。エルフィンフィリップレーザーの時点でかなり綺麗だと思ってたんですけれども、4K はそこからもうワンランク色が鮮やかで黒も締まっている。ちなみにどちらも EBL をオンにした場合は、コントラスト比が高くなり、エルフィンフィリップレーザーが最大1万対1に対して 4K が最大2万対1となっていますが、どちらも EBL をオンにすると全体的に暗くなってしまい、個人的には EBL がオフの映像の方が好みでした。この辺のところは私が使っているのが発売前のデモ機ってのもあるとは思いますが、何にせよ EBL はオフの状態でも両者のモデルはコントラストが高く、EBL オフの状態でも 4K の方が明らかに綺麗ってのは間違いないと感じました。はい、続いて使用感の違いについて。エルフィンフィリップ 4K は映像以外の違いもあると言いましたが、使ってみてレーザーと 4K では使い勝手も大きく異なると感じました。まずは光学ズーム。
光学ズームって何がいいのかっていうと、画質を一切劣化させず画面サイズを調整できること。レンズ自体を物理的に動かすことで投影距離を調整できる。これは単に調整がしやすいってのもありますが、投影できる場所も大幅に増えると感じております。例えばエルフィンフィリップレーザーだとちょうど良い距離まで本体を移動させないといけない。でも 4K なら多少距離が合っていなくても光学ズームで微調整できるんですよね。これ実際に使うとわかるんですけど、設置の自由度が全然違う。通常100インチの画面を出すには壁から3メーター前後の距離が必要なのですが、エルフィンフィリップ 4K なら光学ズームのおかげで最短 2.17 メーターから最長 2.88 メーターの距離で投影ができる。90インチなら 1.89 メーターから 2.59 メーター。80インチなら最短 1.74 メーターから最長 2.3 メーター。まあこれ数字だけ見ても分かりづらいと思うのですが、6畳まで100インチの映像を楽しむと仮定した場合、6畳の部屋の長い方がだいたい 3.5 メーターくらいとなります。エルフィンフィリップレーザーだとスクリーンから約 2.66 メーターの位置に設置しなければならないので、部屋の角には置けず、やや真ん中あたりにプロジェクターを置くことになってしまう。かといって狭い方は約 2.5 メーター。100インチ投影ができないんだけど、光学ズームがあるエルフィンフィリップ 4K なら100インチを最短 2.17 メーターの距離で投影することもできるし、スクリーンと本体の両方を部屋の端に置くことも可能なのです。いくらポータブルとはいえ、物理的な限界があるわけで、この投影可能距離に幅があることで、意図したところに投影もしやすくなるってわけ。実際、一般家庭でプロジェクターを使う場合って、投影距離をピンポイントで取れないことの方が多いんですよね。家具があったり、コンセントの位置が限られたり、そもそも部屋が狭い。そういう制約がある中で光学ズームがあるかないかで投影できる場所が全然変わってくるのです。あと、オートフォーカスの精度もエルフィンフィリップ 4K の方が精度が高くなっており、他のモデルに比べてマニュアルフォーカスで調整する手間もなくなっている。HDMI にゲーム機を接続した時の認識もスムーズで、ゲーム機を挿した時の挙動も違ったんですよね。例えばこちらはエルフィンフィリップレーザーなんですけれども、フル HD で出力されるはずが、パソコンはなぜか認識されず、Nintendo Switch は認識するも SD 解像度で表示されて、映像も荒くなっちゃって、ゲーム機とプロジェクターと色々と設定をいじってみたんだけど、よくわからなくて諦めちゃったんだけど、エルフィンフィリップ 4K の方は、挿しただけで最初から 4K 表示されたし、ちゃんと HDR にも対応してて、ゲーム映像もめちゃめちゃ綺麗で入力遅延も感じず、何の違和感もなく高画質で 4K ゲーミングプレイができてしまってますからね。入力遅延もフル HD 解像度 120Hz で 1ms 以下とゲーミングモニター並みの応答速度でも使えますけど、まあ私はプロジェクターでわざわざ競技性が高いゲームはしませんし、アクションゲームやレースゲームとかをサクッとゲームするくらいなら台形補正して 4K HDR 表示しても遅延を感じることもない。めちゃくちゃ映像綺麗で快適にプレイできちゃってますからね。この手軽さでこの映像体験は素直にすごいなと。Wi-Fi 6にも対応しているので、ストリーミングゲームとかも安定してプレイできる。Google TV は Steam Link や PS リモートのリモートプレイにも対応してるし、GeForce Now にも対応してるから、直接エルフィンフィリップ 4K でクラウドゲーミングをプレイしたりもできる。あと HDMI ポートが2つになった音形も大きくて、片方は EARC に対応しているので、内蔵スピーカーの物足りなさを補いながらゲームもできる。例えば EARC 側に Fire TV をつないでおけば、ゲーム機の音声をエコーのスピーカーから出せるようになったりもするし、3.5mm のオーディオ出力もあるので、有線でイヤホンやヘッドホンをつなげたりもできるのです。はい。というわけで、エルフィンフィリップレーザーとエルフィンフィリップ 4K の違いは、映像がかなり違いますが、それ以上にスペックも大きく違うってこと。解像度、コントラスト性能だけでなく、光学ズームにゲーミング性能、Wi-Fi 性能、HDMI ポートにオーディオの拡張性と、価格差以上の違いがあり、全くの別物になってるってこと。正直、この差額でこれだけの機能が全部揃っているのであれば、4K の方がコスパが高いんじゃないかなと思いました。はい、それでは最後に、エルフィンフィリップ 4K というプロジェクターを使って気づいたことについて、さっくりとまとめておきたいと思います。このプロジェクターは高性能なのですが、従来の高性能プロジェクターのように据え置いて使うって感じではなく、気軽に持ち運んで使えるプロジェクターなのですけど、従来のポータブルプロジェクターのように映像が物足りないってことがないのですよね。今までにありそうでなかった高性能で超コンパクトなプロジェクターだということ。
我が家には Horizon 20 Pro を筆頭に比較的高性能なプロジェクターが色々とあるのですが、このエルフィンフィリップ 4K を1ヶ月ほど使ってきて気づいたのが、それら高性能プロジェクターを持ってしても、このプロジェクターを使う価値があるってこと。むしろ日常的に使うなら、こっちの方が便利であり、リビングだけでなく子供部屋や寝室と、こっちの方が使いやすいんじゃないかって気もしています。まあ、プロジェクターって基本的に大画面で投影するってイメージがあると思うのですけど、じゃあ普段の生活で毎日100インチで映像を見るかって言ったらそうでもないんですよね。大画面テレビがあるのにタブレットやパソコンで見るってパターンも多いし、実際のところ見やすいのは視界に全部入るサイズであり、すぐ起動できる手軽さを優先する場合も多いし、いつでも大迫力を求めるかって言ったらそんなこともないとも思ってる。我が家には75インチテレビもあるのですけど、賃貸住宅では75インチサイズですら結構な大画面ですからね。大画面になればなるほど視聴距離が必要となり、家具を置いてしまうとこの視聴距離も取りづらくなってしまうし、実際のところ6畳までも60インチが厳しいってパターンは多く、40インチとか50インチが使いやすかったりもする。大画面は生活スペースとの共存が難しく、近距離で大画面を見るってなったら視聴するのも疲れてしまいますからね。で、このプロジェクター、エルフィンフィリップ 4K は大画面でも使えるけど、日常的にコンパクトな画面で使いたいって場合にも使いやすいのです。広角ズームもあるから適当な位置に置いても画質を落とさず好きなサイズに調整できる。大画面が欲しいときは大きく、日常使いでは小さくしたり、柔軟に使えるわけ。本体も軽いから2段ベッドとか高い位置で視聴したい時にもうまい具合に設置できるし、高い位置に投影して情報を垂れ流して食堂のテレビのような使い方もできる。そしてそういった試行錯誤、環境を変えるのも楽なのがこのプロジェクター。XGIMI の強みといえばやはり業界をリードする ISA テクノロジー。中断なしの自動台形補正と中断なしのオートフォーカス。このスピードがものすごく速く、持ち運びする際も勝手にやってくれるのも便利なんですよね。投影しながら動かしてもすぐさま補正してくれるこのスピード。設定する手間がほんとないので、ほんと持ち運び気になるし、いろいろな場所で気軽に試せるのも良いなと。ちょっとした壁さえあればそこがモニターになる。何もない壁にさっと映像で作り出せる便利さ。ちょっと貸してほしい時もすぐ隣の部屋に持っていける。しかもこのサイズで据え置き型プロジェクターと比べて遜色のない映像が投影できてしまうわけですからね。モニターとか持ってくるより全然楽だし、小さくてこの綺麗さならこれで良くないかってなってるのが今。もちろん、ポータブルプロジェクターとしても使えるわけで、プレゼンするときにエルフィンフィリップ 4K ならカバンにスッと入るし、テーブルの上にポンと置いて電源を挿すだけ。斜めから投影しても ISA 自動台形補正が効くのでスクリーンの正面に置く必要すらもないし、広角ズームで画面サイズも微調整できるから、ちょっと離れた位置、近い位置からも投影できるし、4K 解像度だから Excel のような細かい資料も文字が潰れずに読みやすい。プレゼントか誰かと情報を共有しながら作業するのにも便利だし、デスクワークのモニター代わりに使ったりもできますからね。例えばこれ、テーブルの上だと邪魔だったんで、脇に置いて投影してるんですけれども、結構急な角度から投影してるのに台形補正で綺麗な映像になってるのがすごい。あと、ポータブルプロジェクターってバッテリー内蔵のモデルも多かったんで、意外と出張とかの持ち運びには神経使うものだったんですけれども、このモデルはバッテリー内蔵じゃないからこそ、リチウムイオン電池の規制にも引っかからず、飛行機に乗るときもスーツケースに入れたまま預けられるし、旅行先のホテルで天井投影するとかも簡単。プロジェクターを売りにする宿泊施設とかもありますが、こっちの方が比較にならないほど綺麗に投影できますからね。まあテレビの代わりにプロジェクターを使うってのは今までもなんとなく話をしてきたかと思うのですが、大画面テレビだけでなく4、50インチクラスのテレビの代用としてまさにこのプロジェクターは最適なんですよね。しかも軽くて角度調節も可能で三脚穴までもついているので、ダクトレールに固定したり、突っ張り棒に吊り下げたり、アームに固定したりもできる。約 1.5 キロという重さなら本気のカメラよりも全然軽い。吊り下げ固定のハードルも低いし、電源ケーブルも非常にコンパクト。テレビやモニターの壁掛けより圧倒的に楽に固定もできますからね。子供部屋とか寝室とか仰々しくもないのに気軽に投影できて天井投影もできるわけで、寝る前にベッドに寝ながらゲームをしたり映画を見たりも最高。テレビを置くスペースがなくても壁さえあれば成立するし、使う時だけ出して使い終わったら棚に戻せて、しかもおしゃれですからね。
まあ世の中の映像コンテンツって意外と 4K 対応してないものも多いので、実際のところプロジェクターの性能を持て余しがちってのもある。Netflix もディズニープラスも Amazon プライムビデオも 4K コンテンツは別料金を取る方向になっちゃってるし、実際に普段見てる動画だってフル HD 解像度が多く、地上波テレビ番組も HD 解像度ですからね。ソースがフル HD 解像度なら、高性能プロジェクターで体感できる差も小さくなるんだけど、その点、エルフィン・フィリップ 4K は画質を妥協するプロジェクターってわけでもないですからね。画質も十分綺麗で、かつ圧倒的に使いやすいプロジェクター。コンパクトで手軽に日常的に使えること。これこそが他のプロジェクターにはないエルフィン・フィリップ 4K ならではの魅力だとも思いました。はい、最後にまとめです。ここまでエルフィン・フィリップシリーズを比較して参りましたが、エルフィン・フィリップはモデルが新しくなるにつれて、スペックも大幅に進化していると感じたので、できることなら新しいモデルを選びたいというのが前提で、あとは実売価格と懐事情との兼ね合いで過去モデルを選ぶっていうパターンもあるのかなと。というわけでもう一度過去モデルからの進化を振り返っておきたいと思います。エルフィン・フィリッププロとエルフィン・フィリッププラスの違いは、価格は 69,800 円と同じなのですが、プラスの方が明るさもコントラストも向上しており、Google TV で使えるアプリも大幅に増えている。バッテリー駆動はプロならではの強みではあったのですが、実際のところ省エネモードで映像は暗くなるし、バッテリーをなくして軽量化したエルフィン・フィリッププラスの方が満足度は高いと感じました。続いて、エルフィン・フィリッププラスとエルフィン・フィリップレーザーの違いは、LED からレーザー光源に変わったことで、明るさ3倍、コントラストは 2.5 倍、映像の力強さ、色の鮮やかさが別次元になっている。スピーカーもハーマンカードン 7W に進化して、音に厚みも出ている。価格こそ倍になりましたが、映像体験の差はそれ以上に大きいと感じました。そして最新のエルフィン・フィリップレーザーとエルフィン・フィリップ 4K の違いですが、同じ 1600ISO のレーザー光源を搭載しながら、4K モデルは 4K 解像度に高額ズーム、VRR に ALLM にも対応、Wi-Fi 6に HDMI ポートも2ポートと、据え置き型のプロジェクターもびっくりの性能になっている。特に高額ズームの有無は、日本の住宅事情を考えると、非常に大きな違い。価格差は約67,000円ほどありますが、この差額でこれだけの機能がてんこ盛りなら、エルフィン・フィリップ 4K の方がコスパが高いと感じました。結局のところ、プロよりプラスがいいし、プラスよりレーザーがいいし、レーザーよりも 4K が良い。もちろんもっと綺麗なプロジェクターはありますが、この小ささと手軽さでこの高画質を体験できるプロジェクターは私の知る限り他にない。ネックポイントがあるとすれば、やはり価格。206,800 円はポータブルプロジェクターとしてはさすがにためらう金額。ただ、XGMI は定期的にセールも行っておりますし、2026年4月の23日での幕開けでの先行販売価格は、最大 47% オフの約11万円で購入できるという話。このスペックでこの価格はどう考えたって破格でしょう。具体的なセールやキャンペーン情報については概要欄にも記載しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。まあ、XGMI が世界シェアナンバーワンを誇る理由って、映像が綺麗なのはもちろんなんですけれども、設置の手軽さがズバ抜けてるんですよね。この映像と手軽さのバランスこそが XGMI の最大の強みだと思ってる。このエルフィン・フィリップ 4K も XGMI のブランド理念。プロジェクターをもっとシンプルに誰でも使える家電にするってのをまさに体現しているモデルであり、このコンセプトをここまで高い次元で実現できるのは XGMI だからこそだなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。